器の上の景色。皆さんこんにちは、なっちゃんこと浅尾夏子です。私は今六本木ヒルズの屋上スカイデッキに来てます。ご覧ください。今日はいい天気ですね。東京タワーとスカイツリーを一緒に見ることができるんです。大都会をね、いつもとは違った視点で見下ろすことができてとってもいいですよ。六本木ヒルズの屋上、東京シティビューのスカイデッキはビルの展望台としては日本一の高さを誇る絶景スポット。東京タワーやスカイツリーはもちろんのこと、新宿のビル群や緑豊かな新宿御苑まで東京を360度見渡すことができます。また夜になるとライトアップされた景色が広がり、違う表情を見せてくれます。景色を堪能したなっちゃん、続いては六本木ヒルズの周辺を散策することに。私は今麻布十番商店街というところに来ています。ここは今若い人に人気のスポットと古くから続く老舗が両方楽しめるところなんですよ。古くから交通の要衝として栄え、300年以上の歴史を持つ麻布十番商店街。江戸時代から続く老舗から最新ショップまでおよそ450もの個性的なお店が並んでいます。さまざまなお店を見ているだけでも楽しいこの商店街で、何やら気になるお店を発見。なんかここで作ってますよ。揚げてますね。ちょっとね、いい香りがしてます。ちょっと行ってみましょう。なっちゃんが香りにつられてやってきたのは豆源。150年以上も続く老舗で、豆菓子を中心としたさまざまなお菓子を楽しむことができます。季節に合わせたおよそ100種類ものお菓子を取り扱っているこちらの店内には、揚げたてのおかきの香ばしい香りが広がっています。外から見えてた作ってたお菓子の正体、これですね。おかきですね。じゃあちょっとこれ試食あるんでいただきましょうか。シンプルなお塩の味付けなんですけど、やっぱ揚げたてはだからすごくサクッとしてますね。食感が美味しい。江戸から続く麻布十番名物のお菓子を楽しんだなっちゃん、引き続き商店街を散策すると、またまたいい香りがする古い佇まいのお店を発見。やってきたのは人形焼きの気分堂。明治43年の創業以来、手焼きにこだわり、その風味豊かな味わいで愛され続けている名店。こちらの名物は七福神手焼き人形焼き。外はサクサク、中はしっとり、あんことも相性抜群です。ちょっとお店に入ってから気になったんですけど、こちらの方からね、いい香りがするんですよ。作業されてるんでちょっと行ってきます。すいません、失礼します。これ今は何をされてるんですか？今は人形焼きを焼いてます。人形焼きを、これ1日大体どれぐらい焼かれるんですか？大体300か400ぐらいです、ね。300から400。結構海外のお客さんとかも来られますか？そうですね、最近は多いですね。実は七福神の顔が一つ一つ違うので、流し込む生地の分量を微妙に調整しているんです。そんな職人技を間近で見て思わず息を飲むなっちゃん。すると、どうぞ。いいんですか？はい。ありがとうございます。熱い熱い。恵比寿様です。恵比寿様、出来たてです。嬉しい。いただきます。おこおいしい。出来たての香ばしさが口の中に広がります。中がこしあんなんですけど、生地もとってもしっとりしていて、でも外がサクッとしててとっても美味しいです。出来たての手焼きの人形焼きをいただき、いい思い出ができました。
次は江戸から続く文化を体験しにとっておきのスポットに行ってきます。ということで続いてなっちゃんが向かったのは墨田区にある墨田江戸切子館。ガラスの表面に彫刻をする東京の伝統工芸品江戸切子を今に伝えるお店。実際に職人さんが作っているところを近くで見ることができます。そもそも江戸切子の由来っていうのは、江戸時代から続いている東京都の伝統工芸なんですね、長い歴史の中で幅広くいろいろなその製品ガラスの上に細かいカットをしていくというのは江戸切子の特徴ですね。海外の方だったりとかいらっしゃることありますか？そうですね、特に香港だとか、ヨーロッパの方の方々お土産いただいて、体験などしてもらったり、あるいは品物を買っていただいておりますね。こちらでは実際に江戸切子作りを体験できるということで、なっちゃんも早速挑戦。よろしくお願いします。まずは、こういう練習の素材で練習をしていただくっていう、わかりました。はい。ということでまずは専用の機械でガラスに彫刻を入れる練習です。削れてるとこ見えます？はい、見えます。ガラスはしっかりと持ってください。縦とか横とか練習してみてください。ちょっと思ったところとちょっと違うところに柄がついちゃったりとかしたので、ちょっとその難しいですね。あとこう均一な深さにならないので、なかなか力のかけ方がとても難しいです。ということでひとまず練習終了。続いてはいよいよ本番。好きな形のグラスを選んだらそこに彫刻していく模様を描き込んでいきます。ちょっと直線を組み合わせた星みたいなこういう柄をやろうかなと思います。今回は赤のグラスに星の形を入れることに。なんか全然変なとこにやっちゃったよ。ちょっとこうね、見たら分かると思うんですけど、二重になっちゃったりとかためらっちゃうとやっぱダメですね。結構難しいです。でも結構夢中になれるんで楽しいです。集中することおよそ30分。ついに江戸切子のグラスが完成。よし、はい、できました。完成です。まあ初めてなので、初めてにしては、ぼちぼちかなっていうところなんですけども、結構本当ね、力の本当にちょっとした加減だったりで結構難しかったんですけど、でもね、熱中できましたし、なんか本当にこの技術がどれだけすごいかっていうのをちょっと体験してみて分かりました。皆さんも自分だけの江戸切子グラスを作ってみてはいかがでしょうか。今回は江戸切子をはじめ古くから続くさまざまな東京の文化に触れることができました。江戸切子実際に体験してみて、すごくね、繊細な作業で一つ一つの柄がどれだけ高い技術でできてるんだということが分かって、とてもいい体験になりました。でも日本の伝統的な器は江戸切子だけじゃありませんよ。さらなる器を求めて次は佐賀県に行ってきます。この後は九州佐賀県へ大移動。美味しい海の幸に伝統工芸伊万里焼から見える景色とは。お楽しみに。